どうも、かごあなです。僕が今歩いているこの場所は鹿児島インターチェンジの田上ランプになります。鹿児島インターチェンジは九州自動車道、指宿スカイライン、南九州自動車道、そして鹿児島東西道路が接続するごちゃごちゃっとしたインターチェンジになります。今回はこの田上ランプと鹿児島市街地を結ぶ竹岡トンネルを歩こうと思います。で、この場所には昔からある竹岡トンネルと後から作られた新竹岡トンネルという2本のトンネルがあるんですけど、新竹岡トンネルの方は自動車専用道路になってるんですが、昔からある竹岡トンネルの方は歩行者も自転車も通れるトンネルになってます。で、この場所が歩行者と自転車専用の乗り口になります。こんな感じで階段にもなってますし、自転車を押して登れるように真ん中がスロープになってます。この通路は以前はもっとトンネルの近くにあったんですが、今現在鹿児島東西道路下り線のトンネル工事をやってて、そのトンネルがちょうど以前の通路あたりにできるので、おそらく仮だと思うんですが、今はトンネルから少し離れたこの場所に移設されてます。こんな感じでトンネルまでの歩道も仮歩道となってます。はい、道路まで上がってきました。この目の前の道路は南九州自動車道を走ってきた車がそのままの勢いで走っていくので、まあみんなスピードが出てます。はい、というわけで今竹岡トンネルの西側口口田上方面にいます。で、右側のトンネルが新竹岡トンネルになります。あちらは自動車専用なので歩行者も自転車も通れません。で、この昔からある竹岡トンネルは歩行者も自転車も通れます。なのでこういう感じでしっかりと仮歩道が作ってあります。で、現在作っている地下道のトンネルがこちらの方に出てきます。こちら竹岡トンネル、鹿児島の人ならご存知の通り、ものすごい交通量で、もう平日の通勤時間帯とか常に渋滞している場所になります。で、今からトンネル歩くんですけど、後で確認したらトンネルの中の音声は騒音で全く使い物にならなかったので、音声はほとんど編集時に付け加えたものになります。それでは今からこの竹岡トンネル歩くんですけど、今回はこのトンネルを歩いて向こう側まで行くと、小口の上に竹部神社という神社があるので、そちらを参拝してまたこちら側まで戻ってこようと思います。で、この竹岡トンネル、長さが1506メートル、完成が1987年、37年前のトンネルになります。ちなみに隣にある新竹岡トンネルは長さが1513メートルで、完成が2012年、平成24年ですね。14年前のトンネルになります。で、そちらの新竹岡トンネルの方は鹿児島東西道路上り線の自動車専用道路になっているので、歩行者も自転車も通行禁止となってます。はい、向こう側まで残り1000メートルです。で、当然ですが、このような感じで他にも歩行者はいます。残り800メートルです。で、トンネルが長いので、このような感じでしっかりと非常駐車帯も作ってあります。で、少し進むと反対側にも非常駐車帯があります。このトンネルは隣の新竹岡トンネルが開通するまでは片側一車線の対面通行だったので、あちらの駐車帯は以前の上り線のための駐車帯になります。こちらはジェットファンといってトンネルの中を換気する役目を持ってます。軽自動車くらいなら簡単にひっくり返せる風量を出せます。あとはトンネルの中で事故が起きた時に
万が一炎上したりすると有毒な煙がトンネル中に充満してしまうので、そういう時に煙を外に排出するので、人命を守る大切なトンネル設備になります。はい、あと 400m です。で、このトンネルが渋滞する一番の原因がこちらですね。もうすぐトンネルの東側口口なんですけど、そこが大きな交差点になってるんですよね。なので信号が赤になるたびに渋滞した車がトンネルの中まで伸びてきます。こんな感じでトンネルはまだあと 300m あるんですけど、その先の信号が赤なんでしょうね。すでにこの辺りからみんなブレーキ踏んで減速を始めます。現在土曜日の午後1時前、今でこんな状態なので、ほんと平日の通勤時間帯はものすごいことになってます。はい、あと 200m ですね。完全に車は停止してます。で、信号が青になっても前が詰まっているのでなかなか進まないんですよね。はい、やっと出てきました。いやまあでも歩いてると 1500m って言っても結構すぐですね。こちらの口口には名板がありました。この名板を見て初めて知ったんですが、この竹岡トンネルはナトム後方で 225m、在来後方で 1281m という感じで、一本のトンネルでナトムと在来が混同してるトンネルなんですね。ここはシラスの地層をぶち抜くトンネルになってるので、在来後方の方が合ってたんでしょうね。はい、こちら竹岡トンネルの東側口口、そしてこちらが鹿児島市街地方面になります。ここはもういつも渋滞してるんですよね。で、ここ何度も通ってるんですけど気づかなかったですね。ちゃんと変額があるんですね。今初めて気づきました。ただあちらの新竹岡トンネルの方には変額はないみたいです。で、トンネルの真上に今日の目的地である武部神社があるので、そちらの方に行ってみます。トンネルの口口とかいろいろ写真撮りたいけど、すぐ横に信号待ちの車が止まるのでなんか恥ずかしいですね。ちょっと見にくいけど桜島も真正面に見えますね。水はどうなってんだ俺。とりあえず参拝しておきます。こじんまりとした鳥居ですけど、鳥居の真正面に桜島、で武部神社の境内を通ってトンネルの上を通って反対側に行けるので、ちょっと行ってみます。車で参拝をする人はこちらから登ってくるみたいですね。だけどすごい勾配だな。こちらは新竹岡トンネルの方になります。はい、こんな感じでこちら新竹岡トンネルは歩行者、自転車、バイク原付 125cc 以下のバイクすべて通行止めです。通行止めというか通行禁止ですね。自動車専用道路になってます。なので、トンネルの向こうに行きたい人は横断歩道を渡って向こうに行ってあちらの竹岡トンネルを通ることになります。で、こちらが武部神社参道入り口、こちらからも入れるんですけど、車の人はこちらからじゃないと駐車場まで行けません。こちら横断歩道を渡ってもいいんですけど、もう一度トンネルの上を通って向こう側に行きたいと思います。はい、先ほどあっちにいたんですけど、
あそこから登ってトンネルの上にある武部神社の境内を通ってこちらの方に戻ってきました。マジで車が多い。もうちょっといろいろじっくり見ていきたいんですけど、なんか車がいっぱい止まるのですごい気まずい。はい、それではトンネルの向こう側田上方面に戻ろうと思います。こういう感じでしっかりと歩行者も自転車も通れるっていう案内はあるんですけど、藪に隠れてしまってるので、もうちょっと分かりやすい場所にあればいいんですけどね。で、今更なんですけど、この竹岡トンネル、歩行者も自転車も通れるっていうのを意外と知らない人がいるんですよね。この近辺に住んでる人や日頃からこのトンネルをよく利用する人や標識や案内板を注意深く見る人は当然知ってると思うんですけど、僕を含め郊外に住んでる人たちはおそらくこのトンネルは車でしか利用したことがないと思うんですよね。で、隣にある新竹岡トンネルの方は完全な自動車専用道路になっているので、当然歩行者も自転車も通れないんですけど、こちらの竹岡トンネルは実際は歩行者も自転車も通れるんですけど、接続している道路が全て自動車専用道路になっているので、その流れでこのトンネルまで自動車専用道路と思っている人も意外といるみたいです。先ほども武部神社行った後に新竹岡トンネルの方にいた時に2人組の男性が鹿児島市街地方面から自転車に乗ってきたんですけど、交差点のところでトンネルの向こう側に行きたいけど新竹岡トンネルは自動車専用道路なのでどうやってトンネルの向こう側に行こうかを悩んでる感じでスマホを眺めてたので、隣の竹岡トンネルの方は歩行者も自転車も通れますよって教えたところでした。その人たちも初めて知ったみたいで驚いてましたよね。そういう感じなので、もし歩きか自転車で竹岡トンネルを通りたい場合は心配せずに堂々と通行してくださいね。はい、出てきました。しんどかった。向こうに行くときは 1500m 歩いても結構すぐに感じたんですけど、帰りはなんか長く感じました。で、この竹岡トンネルに入っていくこの道路、これが本線なんですけど、結局南九州自動車道からそのままつながってる道路なので、結構みんなスピードを出してるんですよね。で、ここが今でも一部話題になっている本線への右側合流になります。こんな感じで結構危ない場面はちらほらあります。っていうのも南九州自動車道がずっと対面通行なので一車線なんですよね。それが、この先南九州自動車道が終わるあたりで2車線に変わりこの道路になるんですけど、対面通行で前の車に詰まったイライラした運転手が2車線になった途端右側に出てすっとばかしていくんですよね。で、右側の車線をすっとばかしてる時に右からさらに合流してくるので、本線を走ってる車も合流する車も結構怖いって言ってますね。一応ここから40キロっていうことなんですけど、誰も40キロで走ってる人はいません。とりあえず昼間の竹岡トンネルこんな感じでものすごい車が多いので交通量の少なくなった夜に来て見て回ろうと思います。それではまた暗くなってから夜来ようと思います。はい、というわけで夜になりました。こんな感じで周りには民家がいっぱいあるのでちょっと静かに行こうと思います。昼間はあれだけ車が多かったんですけど、夜になればさすがに交通量は少なくなってます。で、今日の昼までずっと雨が降ってたんですけど、この時間はなんとか雨が止んでよかったです。はい、昼間あれだけ車が通ってましたけど、現在はこのような感じで
車の通りもまばらです。で、昼間撮影に来たのが、土曜日だったかな、日曜日だったかな。工事現場は休みだったんですけど、本日土平日の夜なので、こんな感じで夜間工事をやってます。しかも目の前にでかいクレーンが座ってんだけど、歩道はあるのかな。通れますよ。ここさ行くよ。はい、どうぞ。すいません。この中そのまま行ってください。はいはい。どうも。よし。ちょうどクレーンが座っている部分だけでしたね。あとは昼間と変わりません。このまま向こうまで1506メートル歩いていきます。で、ちなみにこの竹岡トンネル、これだけ大きくて立派なトンネルなんですけど、一応鹿児島の心霊スポットになっているトンネルになります。っていうのも、昼間も言いましたけど、こちら鹿児島の結構重要な路線になるので、交通量も多いし、高速道路にも接続されている道路なので、結構みんなスピードを出すんですよね。なので過去には悲惨な事故も起きたりしているので、そういうのも噂の原因の一つになってます。他にも噂の原因っていうのはいろいろありますけど、その中で一番よく言われているのが、この竹岡トンネルの真上に竹岡墓地っていう墓地が広がってるんですよね。こんな感じでものすごい広い墓地になってます。そういうわけで墓地の下を貫くトンネルっていうことで、心霊の噂の原因の一つになってます。はい、残り800メートルです。はい、あと600メートルです。ちょっと信じられないかもしれませんけど、このトンネル内の制限速度はなんと40キロです。昼間もでしたけど、誰一人40キロで走ってる人なんかいません。はい、あと400メートルです。昼間に比べれば交通量は少ないんですけど、トンネルが長いので騒音がずっとうるさいですね。それでも昼間よりは全然マシですけどね。昼間は車の騒音が途切れることもなかったので、結構いろいろ喋ってたと思うんですけど、後で確認してみたら全く何も聞こえなかったです。いくら心霊スポットになっているトンネルとはいえ、見ての通りこれだけ大きくて綺麗なトンネルだし、常に車も通っている場所なので、なんでしょう、心霊の死の字もないような気はするんだけど、お墓の下にあるっていうだけで何が何でも心霊スポットにしたいんでしょうね。工口見えてきました。で、長いトンネルなので、こういう消火栓とか非常電話なんかが結構たくさん設置されてます。はい、1506メートル歩いてきました。雨が降った後のですごい蒸し暑いな。はい、夜の竹岡トンネルです。昼間あれだけ車でごった返してたこの交差点も、さすがにこの時間になるとご覧のありさまです。はい、特に何もないので、また向こうまで戻ります。何かあったんでしょうか。覆面パトカーが走っていきました。また道路ギリギリを歩いていこうと思います。いいですか。しっかりガードしてくれてます。ありがとうございます。この辺は明るくていいですね。外は寒いな。一応工事関係者もいたので急いで工口からは離れましたけど、こんな感じでトンネル工事や道路工事っていうのは昼夜問わずやってくださってるので、
ありがたいですよね。でちなみに今現在掘削しているトンネルは鹿児島東西道路下り線の地下道っていうのはみんな知ってると思います。その工口がこの目の前の工事している場所にできる予定です。ただそちらはあくまでも下り線なんですよね。というわけで下り線のトンネルが貫通した後に今と同じように江南高校近くの同じような場所からもう一本上り線のトンネルを作るって知ってます？僕らは興味があるのでそういう情報に触れることはありますが、一般の人は気にもしないですよね。まあそれはいいんですが、面白いのはその上り線のトンネルが出てくる場所なんですよね。実はもうトンネル工口が見える場所にできてるんですよね。今からそちらをお見せしようと思います。こちらは新竹岡トンネルで市街地方面から田上方面へ走ります。自動車専用道路なので当然歩くことはできませんし、車を停止することもできないので走行しながらになります。こちらのトンネルは開通当初から上り専用なのでこっち向きです。なので中には気づいてない人もいるかもしれませんが、もちろん気づいている人もいるはずです。はい、この場所です。トンネルの中にさらに広い空間が出てきました。ここで後ろを見てみるとこんな感じで横にもう一つトンネルがあるんですよね。こちらが鹿児島東西道路上り線の工口になります。トンネルの中で合流する形になるんですね。なので将来的には左のトンネルが本線、今走ってきた右の車線、現在の新竹岡トンネルがこの合流の部分までのランプになります。ランプっていうのは簡単に言うと合流車線みたいなイメージです。実際に新竹岡トンネルの構成として本線部 912.25 メートルとランプ部 695.8 メートルという風に分けてあります。ちなみにこの合流する部分の掘削断面積は378平方メートルで当時日本一の掘削断面でした。現在は神奈川県の釜利屋小土トンネルっていうトンネルが同じような感じで世界最大級の断面積となる485平方メートルというとんでもない空間を掘削したみたいです。それでも二虎穴白洲地山に我が国最大級断面の地中分岐道路トンネルを施工として土木学会が発表する平成25年度土木学会賞技術賞を受賞しているようです。はいっていう感じで歩行者も自転車も通れる竹岡トンネルと新竹岡トンネル内にある巨大な合流区間でした。全部完成して実際に通れるようになるにはまだまだですが、すごい楽しみですね。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこのような感じでいろんな穴、主にトンネルになるんですが、これからもどんどん紹介していきますので、興味を持たれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でさよなら。